are amazing. They're all made by hand, but everything's so...おはようございます。日常使っていただける製品なんですけれども、使いやすさ、あとは美しさ、割れにくくて手に馴染んで使い勝手がいい。私たちの言う美しさは内面的な、全部手で作りますので、手作りの良さ、着飾った工業ではなくて内面から出る正直でまっすぐで、そういったやっぱり哲学的なところですよね。正直でまっすぐなところがみんなこれ手に出てくるんですよね。So what this craftsperson is doing is he's preparing the clay for getting it ready to be used. So what this machine does is it squeezes the clay to get the air out. So this happens at least twice because you see he has these large fat logs of clay. So those have already been through this machine once. And then he puts an extra like plate on the front with a smaller hole and he puts the clay through again. So that takes out more of the air.こう成形すると、測りとかをされてますよね。どのようなことが難しいでしょうか。やっぱり形を大きさ形を揃えるのですね。揃えるんですか。Wow, the work is so detailed. So when he's done, he cuts the pot off the lump of clay on the bottom. But then he can use the lump of clay again. So this is different from a lot of Western ceramics where you build the whole form on the potter's wheel and you cut the whole thing off the potter's wheel, usually. It's so fast to build the shape too.
取っ手ですね。取っ手です。So the shapes for these mugs are, the main shape is made with a mold, and then this craftsperson here very detailedly carves them into the correct shape. So he carves the rim of the mug, the foot of the mug, and so on, and adjusts to make it perfect. And now what he's doing is he's attaching the handles of the mugs, which are also made, they're made with a kind of mold, plaster mold that is in two halves. And these also need to be carved slightly to be the exact correct shape. And what he does is he carves the ends, he dips it in the slip clay, and then that can then attach to the main body of the mug. And he paints around the edges with a paintbrush to get it to stick fully with more slip. And then there's a little bit more detail carving. So while the Baizangama uses their proprietary molds, there is also a lot of handwork involved in each of these pieces. And this particular craftsperson says he carves about 130 pieces a day. Ooh, the sea is just around the corner. Oh, how pretty! Wow! And now we're here at Matsuyama Castle, and we can see the main part of the castle itself. Wow, it's so beautiful. This is an important cultural property, I believe.この仕事、線引きの仕事はもう新しく入った人たちがみんな最初にやるお仕事で、ベテランの人が、私が30年前入った時はもうベテランの人がに渡す時にこの状態で渡して、もうベテランの人はこの線引きをせずに唐草をひたすら描いていくっていう模様を、で私たち新人はここからここのサイズ、中心のサイズ、割りっていうのを勉強して、で自分がいずれそのベテランさんみたいに絵を描くときに参考にするというか、で1割縮むので、そのサイズを測って1割増しで計算してやっていくので、それもなんか勉強の一つで、そうなんです。でこの位置に必ず線を引くって筆を持っていくっていうのが一番の修行というか、で例えばここをいい加減に線を引いてしまうと
ベテランさんがここを描くときに分かるんですよ、サイズが。なんか筆が、あれちょっと狭いなって、ちょっともしかしてコンパスで取るかもねっていう風に長年やってると手が覚えてて、そうなんですよ、あれって思って、だから結局ごまかせないんですけど、で絵の雰囲気も変わるし、唐草さんは下書きしないんですね。なしです。なしなんですよ。すごいこの模様毎回独創的なものを作る自信がそう工藤さんっていう方がやっぱりやっぱ物によったらもうちょっと下書きじゃないですけど、もうちょっと細かく割りを入れるとかっていうのがあるんですけど、これはそれがなくてもその筆に慣れた職人さんだったら描けるデザインっていうのを工藤さんがここのために考えてしたので、強弱がついてますけど筆をいちいち持ち帰るんじゃなくて、もうこれに関しては1本の筆で強弱をつけて描くので、筆を持ち帰る手間もないので、なんか見栄えもいいし早いしみたいなんで、それでやっぱり人気の柄でもあるんですよね。はい。食べるとこ本当にパンが好きなんですよ。この正午過ぎの時間、皆さん休憩時間なんですね。そうです。ここは工場なので12時から1時までしっかり休憩時間があります。で10時と3時も15分。やっぱりちょっと作業するので、やっぱりきっちり休憩があった方が作業もその後集中できるのもありますね。効率がその方がいいと思います。この柄が左右対称の柄なので、ちょっとでもずれるとすぐ分かってしまうので、ごまかしが効かないっていう。もともとその高校が、デザイン科で陶芸コースを選択してて、で進路どうしようってなった時に進路指導の先生が窯元こういう仕事あるよみたいなんでおすすめしてくれて、関心持ったのもう幼少期に遡るんですけど小学校上がる前の遠足でなんか絵付け体験をしたんですよ。でその時にすごい楽しかったなっていう記憶が、おぼろげにあって、でもちっちゃい頃から絵を描くのが好きだったので。
はい模様が入ってるんじゃないですか。で、これ釉薬をかけたら見えなくなりますか。はい。その後は何が起こります？これでこの後焼いたらその釉薬が透明油なんで、透明ですか。そう焼いたら透明になるんで、はい柄が見えるようになるんですよあ。ーで釉薬がけっていうのはその光沢をつけるはい作業です。光沢木に漆塗るような。はいであと割り肉丈夫にするためでもやる作業です。はい。一回焼くんですよね。絵付けする前に素焼きっていうんで。確かに。それで素焼きしたら顕微鏡とかで表面見るとスポンジみたいに穴が小さい穴があるんですよ。それをそのおかげでその釉薬を吸って貼り付けるんですよ。そうなんですね。この作業には何が一番難しいですか？やっぱそうですね。釉薬のかける速度ですかね。遅すぎるとその釉薬つけすぎて焼いたらすりガラスみたいに絵がせっかく描いた絵がぼやけてしまうんですよ。で薄すぎると逆に今度は焦げてしまって柄が真っ黒になってしまう、かけたり割れたり しやすくなってしまうんですよ。そうで一定のリズムでその釉付けしていくのが結構難しいです。 This is the same bowl. We'll take a look at the entire process from the creation of this unglazed bowl to this final finished product. As you can see, the unglazed bowl is a bit bigger in size and it has a rough texture and a different color, versus the finished product has this beautiful glossy glaze and design. So let's take a look. These are amazing. They're all made by hand, but everything's so precise and exact. I can't wait to see all the pieces once they're taken out. So right now the Baizang kiln staff are unloading what was in the kiln from this rolling caster and loading everything into wooden boxes to take it to a different part of the workshop. So it's a much bigger team than I expected, and everybody's really efficient with it. You can hear the ringing notes of the ceramic as they stack everything really neatly and precisely.昨日レストランに行って出たお皿とかコップが全部砥部焼きだったんで、まあそれでじゃあしてみようかということで、シンプルでね、でまあ模様なんかも一箇所にチャラチャラっていうんで、逆に言うと食べ物を引き出すためのお皿っていうような役割をしてたのかなという感じですけどね。はい。So next we're visiting the museum at Baizangama. So everything in this museum has to do with the history of Tobe ware or with Baizang Kiln's creations. First にやってた頃、これでしょ多分最初に。ああ、最初こういう感じだったんです。こういう感じ、これです。なるほど。ボテーとした。工藤庄司さん、デザイナーであり職人であり作家、何年か前に亡くなられたんですけど、工藤さんがペル
シャの方行かれて、やっぱりペルシャ唐草いっぱいあるんですよ、あっちの方に。それを応用されて、やっぱりトベの生活風土歴史いろんな生活に根ざしたものを作ってますから、トベの風土とかそういう地理的なものをあらゆるものを生かしてデザインされました。伝承あるいは新しい時代に向かって創造していく、人間の内面のその哲学的な美しさとか、そういう持ちやすさ使いやすさがやっぱり海外の方にも日本人と同じように受け入れられて、やっぱりもっと広がっていかないといけないですね。はい。